世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭春会期に行ってきます。おはようございます。今日は香川県の高松駅からスタートです。今回は先日開幕した瀬戸内国際芸術祭の春会期に参加します。瀬戸内国際芸術祭は瀬戸内海の島々と沿岸部を舞台に開催される現代アートの国際芸術祭で、今回で6回目を迎えます。作品鑑賞にはパスポートが必要で、オールシーズンパスポートや各会期ごとのパスポートも販売しています。今日は小豆島に行くので、小豆島土庄港行きの1時2分発のフェリーに乗ります。今回は3日間フェリーに乗り放題のチケットを購入しました。チケット代は2600円で公式アプリから買うことができます。対象航路もこれだけあるので、島の作品を巡る方にはとてもお得なチケットです。香川県の特産品といえばうどんですが、そんなうどんと響きが似ているという理由で、2018年にポケモンのヤドンがうどん県 PR 弾に選ばれたそうです。それにしてもこのフェリーヤドンだらけでめっちゃ可愛い。フェリーには展望デッキがあり、瀬戸内海の景色を楽しむことができます。高松港からフェリーで約1時間、小豆島の土庄港に到着です。今日は小豆島の西のエリアを中心に巡ります。そして今日は一日天気も悪そうなのでバスで巡ろうと思います。こちらのチケットも公式アプリから購入できます。土庄港近くにあるバス停に来ました。島内を網羅している全6路線と瀬戸芸バス西ルートと東ルート、これらがすべて乗り放題になります。まずは土庄本町へ向かいます。天気が良ければ自転車で行くのがおすすめです。バスで5分、土庄本町に到着です。迷路の町にある僕の大好きな作品を見に行きます。迷路の町には世界中から800体以上も集まる妖怪美術館があります。迷路の町を迷いながら進むと作品が見えてきました。瀬戸芸では3年ぶり、日本の現代アート活動チーム夢による変幻自在の路地裏空間です。迷路の町にある一軒家を改修、白い外壁を建物の中までつなげて洞窟のような有機的な形状をした通路を製作。白い空間には家の柱やバスタブ、窓などそのまま残っているものもあり、どこか懐かしさも感じる異空間体験ができます。そういえば3年前に来た時よりもなんか広くなってました。どうやら増設したらしいです。次の作品も近くにあるので歩いて向かいます。到着です。旧土庄役場近くにある醤油の会社の跡地に作品があるみたいです。長澤信穂さんの海の器です。光ファイバーを編み込んだ船によって躍動を視覚的に表現した作品です。耳を澄ませると波の音も聞こえてきます。この船には横たわることができ、横たわるとゆっくりと脈を打つように変化する光と心臓の鼓動が一体化したように感じられます。先ほど降りたバス停まで戻ってきました。ちょうどいい時間のバスがあったので、人山、中山エリアの作品を見に行けます。山の方に向かっていると、突如目立つ何かが現れました。バスを降りて、青い旗を目印に歩いていきます。この距離から見てもかなり大きい。段々畑ののどかな風景の中を進んでいきます。山が近いので鳥獣被害防止の柵があります。通行止めではないので開けたらきちんと閉めて通っていきます。何やら竹で作られた道が出てきました。こちらの作品はワン・ウェンチーさんの法要小豆島です。作者のワン・ウェンチーさんは3年ぶりに小豆島を訪れた際に島が両手で抱きしめてくれたように感じたと言い、世界中の人々が小豆島にたどり着けるよう願いを込めて作品を作ったそうです。すげえ。見てください。この圧巻の景色。これ全部竹で作られているんです。今日はあいにくの雨でしたが、晴れた日にこの竹の隙間から差し込む太陽の光も絶対に綺麗なので見てみたいです。雨の日は滑りやすいので気をつけながら降りていきます。いやー、竹一つでここまでの作品ができるとは圧巻でした。出口の先に次の作品への看板がありました。ひたすらまっすぐ歩くこと約10分。この古民家が作品の会場みたいです。
何やら音のする方へ歩いていくと、ありました。岡誠さんと音楽水車プロジェクトの作品、残響です。かつてここ中山には多数の水車が存在しており、作者の曽祖父は水車を使い、製粉や精米をしていました。水車はもう残っていないそうですが、そんな曽祖父が生活していた空き家を舞台に、製粉や製麺に使われた道具や農具を用いて音楽を奏でる作品を作り上げました。ここでは実際に農具で作られた楽器で演奏をすることもできます。次の作品も歩いて向かいます。案内もたくさんあったので、道に迷うことはなさそうです。山を抜けて町に出てきました。ワン・ウェンチーさんの竹の作品からだいたい2キロ地点でした。作品まであともうちょっとです。到着しました。この農協の倉庫に作品があるみたいです。去年の大地の芸術祭でもしっかり楽しんだ豊福亮さんの黄金の海に消えた船です。作品はパスポートを持っていれば無料でもちろん見ることはできますが、500円出すとなんと船に乗って作品を見たり触れたりできるんです。もちろん課金します。濡れることはほとんどないと思いますが、ポンチョを貸してもらえます。で、舵取りが壁の方を押していただいて結構ですね。なるほど。その押したり引いたりして、はい、その際の作品にも実際に触れてみてください。ありがとうございます。本当だ。金色に彩られた日用品や雑貨、柿などの貝殻で覆われた壁を船に乗って進みます。体験も加わることでかなり印象に残った作品になりました。豊福亮さんの作品のすぐ近く、常盤橋のバス停から池田港に向かいます。今回は初めて瀬戸芸バスに乗車。池田港に到着です。ここからバスを乗り換えて水戸半島にある作品を見に行きます。今回のバスの運転手、めっちゃホスピタリティ溢れてて、ローカルなバスなのに途中にある作品のところで少し止まって写真とか撮らせていただけました。このダイダラウルトラボーなどいくつか諦めていた作品もあったので、見れて本当に感謝です。水戸西線の終点、この浦西で下車。約30分でこの辺りの作品を見ないと5時まで港まで帰れません。急がないと。尾身大輔さんの作品、一草ヤドカリです。空き家に住み着いた高さ約2メートルのヤドカリの彫刻。素材はクスノキです。草原のように繁茂する人々を意味する一草と、琉球の創世神話に人間の起源として登場するヤドカリが由来だそうです。バスの発車まで残り12分。少し歩いて室内の作品を見に行きます。案内をたどって入り口に向かいます。田中圭介さんの作品、ユートピアダンジョン、A Tale of Timeです。柱にまたがる大きな人間が特徴的なこの作品。実は2019年、2022年の芸術祭から連なる物語となっているんです。自然から切り取られ、断片あるいは個として道を歩んできた者たちが一幕の物語を終えて全体へと回帰する物語を描いています。なんだかとても深いメッセージ性を感じ、考えさせられる作品です。綺麗な景色に見とれていたら残りあと2分になってしまいました。小走りで作品を見に行きます。矢野恵里子さんの作品、ニューパースペクティブです。この作品は何かができなくなることをネガティブな捉え方ではなく、別の何かができるようになるという考え方を提示しています。セリフ、キャラクター、小回りの要素を私たち鑑賞者は様々な視点で楽しむことができます。雨もだいぶ強くなってきたので、今日は池田港から高松へ帰ります。池田港から約1時間、高松港に到着です。時間もあるので、高松港のターミナルビルに入っている瀬戸芸オフィシャルグッズを見てからホテルに戻ろうと思います。今回のメインビジュアルもとても可愛いデザインで、缶バッジやステッカー、
T シャツなどオフィシャルグッズがとても人気そうでした。今回は T シャツと缶バッジを購入しました。今回の瀬戸芸からオフィシャルグッズに加わったフレグランスもおすすめです。おはようございます。小豆島2日目です。昨日はあいにくの天気でしたが、今日はこれから晴れる予報なので、外作品を楽しめそうです。今日は小豆島の東側の作品を見に行くので、池田港行きのフェリーに乗ります。今回もこの乗り放題のチケットを使いました。朝ごはんをまだ食べていないので、船内にある売店で食べようと思います。さすがは香川県、フェリーの中でこれだけの種類のうどんを楽しめます。今日は月見うどんにしました。うどんにしっかりコシがあってかなり美味しかったです。値段も470円とかなりリーズナブルなので、ここで朝ごはんを食べるのもおすすめです。だしも優しい味付けで飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになって外の景色を楽しんでいたら、あっという間に小豆島が見えてきました。出発前と比べるとかなり天気も良くなってきています。到着しました池田港です。今日はここからスタートします。今日は天気が良いので自転車で巡ろうと思います。池田港にあったシェアサイクル、ハローサイクリングを利用しました。島内に25カ所のポートがあるので、いつでも乗り捨て可能です。料金は15分200円で加算されていき、12時間以内なら2000円で抑えられます。まずは草壁港へ向かいます。片道8キロの道のりですが、電動自転車だったので全然平気でした。何よりこの海沿いを走れる贅沢体験、自転車ならあっという間です。草壁港に到着しました。途中海を眺めたりしてましたが、40分くらいで着きました。早速港近くにある作品を見に行きます。木戸隆介さんの作品インナーライトです。絵船として瀬戸内海で使われていた木造船に細胞やウイルス、不安の形状が彫り込まれ、無数のボイドが生み出されます。ボイドは絵船の物理的、意味的構造や機能を失わせつつも、止まっていた空気や光を循環させ、再び呼吸を取り戻すことを象徴しています。港から2キロ地点にあるひしおの里エリアにやってきました。ひしおの里にある古民家にフランス人写真家ジョルジュ・ルースさんを招聘し、ギャラリーが誕生。ジョルジュ・ルースさんは取り壊される予定の建物に作品を作ることで知られています。通常彼のインスタレーションは制作現場とともに消えてしまいますが、ここは例外的にそのまま残されています。世界でも他に類を見ない特別な展示がこのギャラリーです。ギャラリーに併設されていた小平カフェに来ました。ドリンク以外にもランチセットでバーガーやホットドッグなど軽食も販売していました。自転車疲れが吹き飛ぶキンキンのアイスコーヒーを注文。400円でした。いやー美味しかったー。コーヒーごちそうさまでした。カフェでクールダウンできたので、自転車で約25分かけて坂手港エリアにやってきました。坂手港でお出迎えしているのは矢野部健二さんの作品スターアンガーです。ミラーボールのように回転をしています。この上に乗っている生物は文明によって破壊される地球の怒りを表しているそうです。坂手ボートターミナル坂テラスにも作品があるみたいなので入ってみます。中に入ると作品らしきイラストがありました。作品は屋上にあるみたいです。ありました。ジャーニー・オブ・シップスキャットです。この猫は服を運ぶ旅の守り神として作られたシリーズで、この屋上から船に飛び乗ろうとしているように作られています。実は神戸と坂手を結ぶジャンボフェリーの上にも作品があり、タイミングが良ければ2体同時に見ることができます。少し坂を登った先にも矢野部健二さんの作品があるみたいなので行ってみます。着きました。ビート神社です。実はこの作品、ビートたけしさんとコラボしている作品なんです。アンガーフロムザボトムは環境汚染に対して怒りを表し、フルイドから顔を出しています。高さ約8メートルもあるとのことで、近くで見るとかなりの迫力です。これ夜見たら結構怖そう。坂手港からだいたい6キロ地点、
二十四の瞳映画村にある作品へ向かいます。いやー、さすがに疲れてきましたね。かれこれ15キロぐらい走ってます。海岸線を走っていたら、めちゃめちゃ雰囲気のいいカフェを発見。少しここで休憩します。ここのオーナーさんがめちゃめちゃいい人で、作ってる間、テラスの下に降りて遊んできていいよということで、少し癒されてます。クレープとオーガニックジャスミンティーを注文。疲れがぶっ飛びました。ごちそうさまでした。カフェから約2キロ先にある二十四の瞳映画村へ向かいます。この辺はずっと海岸線なので自転車で行くのが本当おすすめです。到着しました。田浦エリアにある二十四の瞳映画村です。映画村すぐそばにある清水久和さんの作品愛のボラードです。巨大な船を係留するための柱をモチーフにしたオブジェです。周囲の風景を併用させるとともに人々の意識をつなげ止めながら海への想像力をかき立てる作品です。そのユニークな存在感から写真映えスポットとしても人気みたいです。だいぶ道中をはしょりましたが、塩の里エリアに戻ってきました。だいたい8キロの道のりをほぼ無言で走ってきました。もうすでに30キロ近く走っています。しんど。やっと青い旗が見えてきました。ちなみにこの作品のそばには車は止められません。ここだ。細い道で困ってる人もいたので気をつけてください。近くにパーキングがあるみたいです。映画村にあった愛のボラードと同じ作者、清水久和さんのオリーブのリーゼントです。リーゼントスタイルの人の頭部のようなどこか可愛らしい作品。顔は小豆島名産のオリーブの形をしていて、オリーブ畑で佇んでいます。ちなみにオリーブの収穫の時期は10月から11月らしいですよ。今は小さな花が咲いてました。ひしおの里から約13キロ地点。さすがに自転車で福田港までは遠いので、南回り福田線のローカルバスに乗って向かいます。今日はバス乗り放題チケットを買っていないので、スイカで支払いました。300円でした。バスで約30分、福田港エリアにやってきました。バス停から歩いて5分ほどのところに作品があるので、案内に沿って歩いていきます。着きました。どうやらここが会場みたいです。ここは瀬戸内アジアギャラリーといって、旧福田小学校を舞台にアジア各地のアーティストが集まっているそうです。どんな作品があるのか楽しみです。早速入っていきます。入り口でフロアマップをいただきました。2階に作品があるみたいです。廊下にもたくさんのイラストが書いてあります。よく見ると場所に合わせてストーリーがあって可愛いですね。階段を上がるとアジアギャラリーがありました。今回の企画展は6カ国から作家が参加しているみたいです。ここでは近代化したアジアで失われつつある手工芸や社会の目に見えない力学を可視化したアートが多く展示されています。島民から集めた古着を使ったこのアートはカラフルで個性的なものが多く、全体で見ても一つずつ見ても楽しめます。持続可能な表現方法として和紙やバナナの繊維など多様な素材を使った作品や DIY 精神を共有する約10名のアート集団によって作られた版画作品、ジャワ島の伝統的なダンス衣装をまとった作品など、アジアで忘れ去られたものを呼び起こす作品が多くありました。小学校の体育館裏にも作品があるので見に行きます。西沢隆英さんの作品、吹田パビリオンです。カーブした2枚の後半は、参拝者が座って休んだり、子供たちの遊び場として活用されています。大人が中に入ると少し狭く感じますが、秘密基地のようでなんだか落ち着く空間でした。作品を見終えたので、学校に入っていたカフェ、吹田の森テラスに来ました。メニューはこんな感じ。ドリンクとスコーンやパンなどの軽食がメインです。隣の体育館には福田アジア食堂が入っていて結構しっかり食べられそうです。コーヒーとスコーンを注文。今日の小豆島締めくくりのコーヒーとスコーンは格別でした。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、世界中のアート好きが集まるかぼちゃが海を見守る島、直島に行ってきます。
直島行きのフェリーは8時12分発です。瀬戸内国際芸術祭の顔ともいえる直島。平日でもめちゃくちゃ混むのに、今日は土曜日なのでめっちゃ混んでます。フェリーに乗船です。やはり室内の席は満席で座れず、デッキにやってきました。でも天気が良ければデッキの方が絶対おすすめです。瀬戸内海を一望できます。今日の天候は晴れ、気温も23度くらいで、日陰だとちょっと寒いかなって感じです。高松から約50分、直島宮浦港に到着です。早速、直島の赤かぼちゃが見えてきました。これからバスでベネッセアートサイトへ向かいますが、10分くらい待ちなので、港のアートを少しだけ見ていきます。このウェルカムボードも作品の一つで、直島の特徴を描いたイラストも描かれています。さっき船から見えていた草間彌生さんの赤かぼちゃに向かっています。ここはとても人気なスポットなので、いつも混雑していて写真を撮るのも大変なんですが、フェリー到着後は結構空いていました。この赤かぼちゃには中に入ることもできて、そこから見える風景もとても素敵なので、フィルムカメラで今日は撮ってみました。宮浦港からバスでベネッセハウス周辺エリアに向かいます。運賃は300円でした。交通系 IC は使えないみたいなので、現金かクレジットのタッチ決済での支払いとなります。着きました。バス停の向かい側にあるリー・ウーファン美術館を見に行きます。リー・ウーファン美術館は安藤忠雄さんの建築にリー・ウーファンさんの絵画や彫刻が展示されています。安藤忠雄さんの建築は打ちっぱなしのコンクリートや自然光が織りなす光と影の美しさが際立ちます。そんな建物の中に置かれた1970年代から現在に至るまでの数々の作品からは、自然との空間に穏やかさとダイナミズムを感じることができます。近くで見ると、この大きさと自然との融合に心を奪われてしまいます。美術館の反対側では、作品と瀬戸内海を見渡すことができます。この大きなアーチの真下に立つと、瀬戸内海をバックにかなり映える写真を撮ることができます。見てください、この透き通った瀬戸内海。今日みたいに天気のいい日は、高松の方まで綺麗な景色を見ることができます。浜辺を歩いていたら、崖に何やら白い四角いものを見つけました。これは何だろう。次はリー・ウーファン美術館から約600メートル、ベネッセハウスミュージアムに向かいます。森を抜けて波の音に包まれながら歩くこの道も直島らしい時間です。この坂を登ったところに美術館があります。ベネッセハウスミュージアムに到着しました。自然、建築、アートの共生がコンセプトの美術館で、瀬戸内海を望む高台にあります。早速入場していきます。ここもパスポートを持っていれば無料で鑑賞することができます。美術館の設計は安藤忠雄さん。コンクリートの壁に差し込む自然光が時間とともに作品の表情を変えていく、アートと空間を感じることができる美術館です。ベネッセハウスミュージアムには国内外のアーティストが風景と建築と共鳴しながら展示されています。また、アーティストたちがその場所のために制作したサイトスペシフィックワークも設置されています。今回特にお気に入りの作品はこれ。みんな素通りしてしまいそうなこの雑草のような作品。実は偽物で木でできています。外に出たらリー・ウーファン美術館の海岸に1枚展示してあった作品が連なってました。あの写真は屋外の環境での経年劣化を観察しているらしいですよ。ベネッセハウスミュージアムを出て坂を下った先にも作品があるので歩いていきます。いやー、それにしても最高にいい天気。アートを巡りながら何度も瀬戸内海に見とれてしまいます。この建物は杉本博ギャラリー時の回廊です。見に行きたかったのですが予約制だったため今回は断念しました。ギャラリーの外にもいくつかカラフルで可愛い作品が並んでいました。このカラフルな作品の先に一番の目的があります。
ありました。草間彌生さんの黄色いかぼちゃです。皆さんは覚えていますか？実はこの作品、2021年8月9日に台風9号の影響で海に流され破損してしまったんです。約1年間、直島から姿を消した黄色いかぼちゃでしたが、その後2022年の10月に復元され、再びここに戻ってきました。私は前回の芸術祭で見ることができなかったので、念願の作品を見れてとても嬉しかったです。本村地区に到着しました。本村地区には家プロジェクトという空き家になった古民家を改修し、アーティストが空間そのものを作品にするプロジェクトがあります。1998年からスタートし、7つの家が公開されています。鑑賞には基本的に予約は不要ですが、一部施設は予約が必要、または整理券が必要になります。家プロジェクトの作品は動画撮影がダメだったのでさらっと紹介します。かつて歯医者さんだった建物を大胆に変貌させた歯医者。大竹新郎さんによるコラージュ的空間は混沌の中に自由とエネルギーを感じさせてくれます。もう一つの作品は宮島達夫さんの作品角屋。建物の中に広がるのは水とカウントを刻む数字。時間の吸い方は人それぞれなんだと再認識させてくれる作品です。家プロジェクト2時間たっぷり楽しみました。予約の必要のなかった作品5つすべて巡りました。喉も渇いてきたので本村地区にあるコーヒー屋さんに向かっています。到着しました。本村にある水という作品のすぐ目の前にあるお菓子とコーヒーです。メニューはこんな感じです。コーヒーはエスプレッソマシンを使用したエスプレッソ系のドリンクでした。スコーンやバナナブレッドなど軽食も販売していました。コーヒーもどうやら自家焙煎みたいです。暑かったのでアイスアメリカーノを注文。しっかり深入りのコーヒーでめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。コーヒー片手に歩いていると、何やら作品のようなものが見えてきました。ここは直島港ターミナルといって港の待合室みたいです。4メートルの球体が13個も積み上がったこの建物は半透明で、中に入ると柔らかい光が差し込んでいました。夜はライトアップされるみたいなので、夜の景色も気になりますね。ちょうどよくバスが来たので、宮浦港に戻りたいと思います。運賃は300円でした。約10分ほどで宮浦港に到着しました。次は宮浦港から歩いて行ける作品を見に行きます。港すぐ近くの作品、直島パビリオンです。27の島からなる直島町の28番目の島がコンセプトのこの作品。三角形を約250枚組み合わせてこの形ができています。この一見不思議な形ですが、遠くの島や船が浮かんでいるように見える浮島現象から着想を得ているそうです。実際に中に入ってみると、地面から少し離れて浮いているような気持ちになれます。次の作品は宮浦港から少し民家の方へ進んだところにあります。到着しました。大竹新郎さんが手掛けた実際に入浴できる美術施設 I love you です。ここの施設は別途入館料が必要です。今回は内装を見ることはできなかったですが、外壁を見るだけでも大竹新郎さんの世界観がたっぷり反映されてます。ここの施設には入浴グッズもたくさん売っていて、とても可愛かったです。自分のお土産にフェイスタオルを購入しました。宮浦エリア最後の作品に向かっています。I love you から歩いて5分くらいのところにあります。到着しました。瀬戸内ギャラリーです。元パチンコ店を改修した交流型ギャラリーで、地域と来訪者をつなぐ機能を果たしています。ここでは下道元幸さんが地域の歴史、文化、風土をテーマに展示するプロジェクトです。展示ごとに異なるテーマが入り、島民や外部の協力者とともにリサーチ、表現を行います。宮浦港に戻ってきました。これからフェリーに乗って岡山県の宇野港へ向かいます。4時2分発のフェリーに乗船します。出港しました。直島から宇野港への最終便ではないので結構空いてます。ちなみに今回も乗り放題対象航路です。
直島と宇野港は結構アクセス良くて、だいたい20分ぐらいで到着します。なのであっという間にもう宇野港が見えてきました。宇野港に到着しました。これから1時間くらいでアートを見ていきます。5時半の高速船に乗船できないと高松へ帰れません。急がないと。まずは宇野港から歩いて5分ほどのところにある駅の作品を見に行きます。歩いて約5分、一つ目の作品を見つけました。放置された自転車に鉄くずを溶接し、自転車をアート作品へと進化させたこの作品。なんと1日10台限定でレンタルすることができるみたいです。宇野駅自体もアート作品となっています。白い面に描かれた黒のラインはどこか錯覚のようなものを感じます。駅から歩いて5分、路地裏にも作品があります。今期からの新作、マフマ・ドマフさんの作品、塩返しです。かつて銭湯だった場所を生かしたサウンドインスタレーション作品になっています。中に入ると銭湯の面影を感じる空間が広がっています。タイル張りの浴室内にミストが定期的に漂い、窓から光が差し込むことで幻想的な雰囲気を醸し出しています。過去と現在、個人と空間が交錯する空間で、訪れる人々に深い感動を与える作品です。港近くに戻ってきました。この作品も新作です。奥に作品が見えてきましたね。プ・ジヒョンさんの作品、ザ・ホームです。光や空間、時間の移動を通じて、ある場所から別の場所へ移ろうという感覚を表現しています。こちらの作品は夜になるとライトアップされるみたいなので、それもいつか見てみたいです。すごいかも。さらに海岸の方へ進んでいきます。次の作品も新作です。宇野港エリアで一番気になっていた作品です。金氏哲平さんの作品、宇野です。この作品は見てわかる通り、瀬戸内海という空間から様々なものが飛び出てくるような錯覚を起こさせる作品です。見る角度や距離によって全然違う印象を受ける面白い作品でした。なるほどね。宇野港エリア本日最後の作品は宇野のチヌです。この周辺で集められた廃材を活用した大型アートです。ゴミがアートとして活躍するのは何か複雑な気分になりました。小豆島経由で高松まで帰ります。宇野港から小豆島は高速船のみなので1260円でチケットを購入しました。小豆島から高松はこの3日間フェリー乗り放題チケットを使って乗船します。高速船で約1時間、小豆島殿商港に到着しました。高松行きのフェリーまでまだ少し時間があるので、港付近の作品を少しだけ見ていきたいと思います。港で一番に出迎えてくれる太陽の贈り物です。オリーブの王冠の形をしたこの作品、近くで見ると島の小学生約100人が寄せた海へのメッセージが刻まれています。メッセージを読んでいると高松行きのフェリーが到着していました。ここから約1時間かけて高松へ帰ります。到着しました。辺りはもう真っ暗です。直島と宇野港を探索できて今日も大満足です。明日に備えて今日はホテルでゆっくり休みます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、春会期限定、廃校を活用した素敵な展示、瀬井島と三味島に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸3日目です。今日は両親に瀬井島まで車で連れてきてもらいました。今日巡る予定の瀬井島と三味島は、もともと離島でしたが、開発により埋め立てられ、陸続きとなりました。なので、船を使わずアクセスできる島です。こちらは瀬井島のマップです。廃校となった学校などを含め5カ所で展示されています。島内全域に分散しているので、徒歩だけで巡るのはかなり厳しいと思います。芸術祭シャトルバスもあるので、時間を見ながら巡るのがおすすめです。ちなみに、本日巡る瀬戸内エリアの瀬井島と三味島の作品は、春会期のみでしか見ることができません。現在は終了しています。早速、北浦地区にある一つ目の作品へ向かいます。奥に瀬戸大橋が見えます。一つ目の作品、防波堤に立つ少女の白い彫刻、安井智隆さんのネクストです。
この作品は、ある人がある場所に佇む。その時、空間そのものがある人の姿を媒介し、私たちの感覚に働きかけてくる。見えない何かがそこにあるというコンセプトのもと制作されました。徒歩でだいたい10分くらいのところにある旧青小学校へ向かいます。Google マップで見ると850メートルと出てました。ちなみにトイレもありました。島にはコンビニもないので助かりました。住宅街を抜けると奥に小学校が見えてきました。着きました。旧青小学校です。青島にある作品は、青島プロジェクト、Say Yes というエリア全体で一つの作品になっています。この青島プロジェクトのディレクションであるアーティストの中崎徹さんは、工業地帯と島の景色とが隣り合い、溶け合い、奇妙なキメラのような風景と、海越しの瀬戸大橋や工場群を照らす夕日を見たときに、余計なものなどないと思ったそうです。そんな青島を舞台に16名の作家が作品を展開しています。まずは小学校の作品から見ていきます。教室一つ一つに作品があるみたいです。この作品は加野哲郎さんの基地の道、未知の地です。一見ここに並んでいるものはどこにでもある身近なものですが、作者の加野さんは私たちが当たり前に見ている風景は本当にそうなのかを私たちに問いかけています。例えば鳥の視点から見たとき、島々の距離や風の流れ方、目に見えるものの大きさはどうでしょうか。この作品はそうした他者の感覚を想像しながら、普段なら気にも留めないものをもう一度新しく見ることができる作品です。大人になった今、かつて学びの場であった学校を異なる視点で見ることで、どこか懐かしさを感じる教室も知らない土地のように感じられます。なかなか深いメッセージ性のある作品ですね。とはいえ、懐かしい風景に心が弾んでしまうのも学校作品の良さです。1階を見終えたので、2階のギャラリーです。階段に英単語があります。廃校前に使っていたものなど、そのまま残っているので、なんか懐かしさもあるギャラリーです。この作品では、旧青小学校の理科室に残された実験器具を再構成し、それらを写真に収め、その撮影セットも展示することで、自然と人間の視線との関係を探るインスタレーション作品です。こちらの特別教室では、身の回りの雑草を自然の顔料を用いて描いた作品があります。近くで見ると、すべてにピントが合い切っているような細かさがあります。これは iPad が額縁ということもあって、よく見ると動いて見えます。映像作品なのかな？旧青小学校の作品を見終えたので、次のギャラリーへ向かっています。小学校から約1キロ、歩いて15分くらいのところにあります。到着しました。旧青幼稚園です。早速中に入ります。園内の教室すべてに作品があるみたいです。中崎徹さんのSay Your Chains What Do You Bind or Release です。これはただSay Your Chainとダジャレを言いたいだけではありません。40年以上前の大規模な埋め立てにより、四国本土と陸続きになり、島が島でなくなった青島。青島にゆかりのある人々から聞き取った言葉や記憶をもとに、約40枚の小説と作品がストーリーのようにつながり、その時代の背景を想像させてくれる感慨深い作品でした。そして何より、Say Your Chainsを何回も言いたくなる。これほんと癖になりますよね。Say Your Chainsから歩いて1分ほどに青中学校があります。駐車場もあるので、車で来る方はここに止めて回ることができます。中学校に近づくにつれ、なんだか賑やかな声が聞こえてきました。これは、お茶屋さん？ちょっと気になるので行ってみます。なんと無料でお抹茶とお茶菓子を提供してくれました。私たちのところまでお茶を届けてくれたのは地元の子供たち。こんな素敵なメッセージもくれました。ありがとう。ありがとうございます。一生懸命運んでくれる姿とメッセージにとっても癒されました。お茶もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。すごい。地元の方の温かさを感じるとってもいい空間でした。ここからは中学校の作品を見に行きます。作品の入り口は正面から見て左側、
青い旗に沿っていくとあります。受付を通って中の作品を見に行きます。1階にはこれだけの作品があるみたいです。まずは福田めぐみさんの作品から見ていきます。この作品は日常生活で発生する廃棄物と太陽光を用いたインスタレーションで、2011年の福島第一原発事故を機に生まれました。ソーラーパネルによって得られた太陽光のエネルギーで照明や装置を動かし、その日その時の太陽によって作品が変わっていきます。私たちが普段無意識に消費しているエネルギーのあり方や自然と共に生きることの意味を問いかけています。この作品は被爆者だった祖父の庭に枯苗造花を植え続けて失われゆく記憶と時間を見つめた作品です。咲き続ける造花によって人と時間、生命の意味を考えさせてくれる優しい祈りのような作品です。1階の展示を見終えたので2階の展示に向かいます。このインスタレーションでは名前のある形、名前のない形、名前はあってもそこにはない形、名前はなくてもそこにある形、名前も形もありながらそこにはないもの、名前も形もありながらさらにあるものといった多様な存在のあり方をテーマに見る者に新たな視点を促します。作品の中には偶然見つけた BB 弾の不良品を巨大彫刻にしたオレンジ色の物体や自身の子供が作った小さな作品を拡大して制作したもの、他のカートとは交われない孤独なカートなど独特な世界観に引き込まれる展示でした。1000円札を100円玉に両替する機械、重さの一部を1000円で販売しているような錯覚を起こさせる作品、実際にやってみます。旧制中学校の最後の作品、屋上のギャラリーに向かいます。青島の作品の中で一番気になっていたものです。そして今まで屋上に行くことがほとんどなかったので、ダブルの意味で興奮気味です。屋上に到着です。学校がこの辺では一番高い建物なので、景色がめちゃめちゃ綺麗でした。早速作品を探しに行きます。早川裕太さんの作品、いるものです。彼の作品は重力や空気、水の表面張力といった普段意識されにくい現象を粘土や石膏といった素材の特性を取り入れ、彫刻やインスタレーションとして表現しています。今回の作品も日常生活で見過ごされがちなものや現象に焦点を当て、それらを通じて抽出された形をこの屋上を舞台に展開するインスタレーションです。この丸みを帯びたオブジェがとても可愛かったです。中学校の作品をすべて見終えたのでランチにしたいと思います。今回は学校に出店していた島飯で地元グルメをいただきます。青島はかつてタイ漁が盛んだったことで知られ、タイをテーマにした文化や料理が根付いています。メニューもたくさんありましたが、今日は日曜日ということもあり売り切れ続出。なんとかギリギリタイバーガーをゲット。揚げたてです。値段は1000円でした。そしてタコの唐揚げもゲット。タコの味わいの深さに感動です。バーガーもタコも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。学校にあったハローサイクリングで竹浦地区にある作品を見に行きます。竹浦の作品までは 1.3 キロ。歩いて行けなくもないですが、アップダウンがあるらしく、自転車で行くことにしました。芸術祭バスも目の前から出てるので、タイミング合えばバスがいいかもしれません。ちなみに竹浦地区に自家用車の乗り入れは禁止でした。自転車で約10分、竹浦の端っこまで来ました。どうやらここに作品があるみたいです。袴田京太郎さんの作品、アフリカの母子と戦う少女です。この作品は、アフリカマリ共和国の母子像を模した彫刻と、発光する少女の頭部を組み合わせたインスタレーションです。展示場所である青島とは直接関係を持たない異質な要素が挿入されており、観覧者の間では海の安全を祈る観音像のように見えるという感想が寄せられているらしいです。地域の記憶や風景と現代アートが融合した青島。初めて来たけど本当にとてもいい島でした。
自転車で西島から社見島に向かっています。今日は曇りですが、気温も高すぎず、自転車で移動するにはとっても気持ちいいです。約30分かけて社見島に到着しました。ハローサイクリングスポットに自転車を返します。30分で400円でした。社見島には4つ作品があります。今日はこの中から2つの作品を見に行きます。この先の公園を抜けたところに1つ作品があります。ターニャ・プレミンガーの海藻地層層です。この作品は香川で多く産出される花崗土と草のみを使って作られた作品で、高さは 6.5 メートルもあります。2013年の瀬戸芸からあるこの作品は、地元の子供たちの遊び場として存在し、季節とともに表情を変えていきます。一番上まで登ると瀬戸大橋を一望することができます。二つ目の作品を見に、瀬戸大橋記念公園に向かっています。瀬戸大橋記念館の横に作品があるみたいです。あれかな？見つけました。藤本修造さんの作品、8人9脚です。椅子をモチーフにしたこの作品は、8人掛けのカラフルな座面に対して、足の数は9本というユニークな構造になっています。実際に座ることができ、座ると瀬戸大橋と瀬戸内海の景色を楽しむことができます。優しい海風と景色に旅の疲れを癒され、ゆったりとした時間を過ごすことができました。瀬戸大橋エリアの作品、残り2つはイベントと五色台にある作品のみとなりました。五色台はここから少し離れたところにあるので、今日はもう高松に帰ります。まずはバスで坂出駅に向かいます。芸術祭バスが出てましたが、ちょうど出発してしまったようで、芸術祭バスだと600円もかかるのか。今回は市営バスに乗車。運よく3時24分発のバスがありました。運賃は300円でした。キャッシュレス決済は対応していませんでした。約20分で坂出駅に到着です。電車に乗り換えて高松に戻ります。坂出駅から約30分、高松駅に到着です。割と早く帰ってきたので、新しくできた香川県立アリーナを上から見てみようと思います。ここはサンポートホールの屋上広場です。上からだと全体がよく見えるし、瀬戸内海も一望できるので、本当におすすめのスポットです。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、猫たちが迎えてくれる路地裏に潜むアートの楽園、小木島に行ってきます。出港時間の15分前から乗船開始、メオン号に乗り込みます。一見小さそうに見えますが、車や自転車の乗り入れも可能です。定員は280名らしいです。8時ちょうど無事出港しました。後ろから小豆島行きのフェリーが追いかけてきます。同じフェリーですが、やはり大型フェリーは早いですね。あっという間に沖の方に行きました。本日の天候は曇り時々晴れ。現在の気温は15度くらいです。高松港から約40分、小木島に到着です。ちなみに7割ぐらいの人が女木島で降りていきました。小木島のマップです。面積 1.34 平方キロメートル。人口約160人の小さな島です。漁師の島とも言われており、タコ料理が一番人気みたいです。島に上陸すると、まず目に飛び込んでくるのが、こちらのフェリー待合所。もちろん作品の一つです。フェリー待合所に瀬戸芸インフォメーションもありました。そちらでパンフレットをゲット。小木島の瀬戸芸作品は9時半からスタートということで、常時鑑賞可能な作品を先に見ておこうと思います。小木島の石垣のある風景を楽しみながら常設作品に向かっています。港から歩いて15分ほど作品が見えてきました。皆さんはどこにあるかわかりますか？ここまで近づくと見えてきますね。対岸の島々と景色をマッチしているこちらの作品です。海辺に佇むこちらの作品はノアの箱舟をモチーフに作られた歩く箱舟です。ノアの箱舟とは旧約聖書創世記に登場する物語です。
人間たちが暴力と悪に満ちていた地上に神は怒り、洪水を起こし地上を一掃することを決意します。そんな中、ただ一人正しく生きていたノアという人物に、神は巨大な船を作り、彼の家族とすべての動物のオスとメスを乗せるように命じました。その後、大きな洪水が起き、地上のすべてが沈んでしまいますが、船に乗ったノアたちは助かります。水が引き、宝船は山頂に着陸し、ノアたちはそこから新しい世界を始めます。神は二度と人類を滅ぼさないと誓い、その印として空に虹をかけました。災いから逃れ、未来へと希望を運ぶといった物語が感じられ、見る人に静かな感動を与えてくれます。港までの帰り道に作品があります。まだ9時半前ですが、準備ができたから入っていいよとのことなので、中の作品を見に行きます。今期の新作、エミリー・ファイフの作品、私たちの島です。小木島をテーマにしたこの作品は、島の伝統的な車織り、シジラ織り、リサイクルされた服や布など、たくさんの藍色の生地が使われています。実はこの生地すべて、小木島の住民から集めたそうです。160人という人口に魅力を感じた作者は、住民全員が関わるプロジェクトとして、この作品を作り上げました。小木島の形をしたこの作品、近くで見ても遠くで見てもかなり迫力のある作品でした。小木島の日常生活では欠かせない音場がありました。さて、次は漁港近くにある古民家を活用したアート作品に向かいます。村山五郎さんの作品、生成するドローイングです。築90年超の古民家全体をキャンパスにして、1階と2階に作品があります。コンピューター科学、情報理論で使われるセルフオートマトンの規則を手作業で作成。自律的にパターンを生成していく過程そのものを作品化したウォールドローイング作品です。ここから小木島らしい道になっていきます。細くて迷路のように道が分かれてたりもします。おしゃれな壁画を見ながら歩いていたら、クワト本というお店を見つけました。これは本屋さんなのかな？のれんの下になんとおにぎりを販売してました。小木味噌と鮭の塩麹漬けと明太子の3種類。ちょうど小腹が空いていたので助かりました。結構悩みましたが、鮭の塩麹漬けを選びました。値段は250円でした。ちなみにこの壁画も作品の一つです。島で集めた廃材や配線の木板に、島の風景や植物のシルエットを鮮やかな原色でペイント。それらを島民宅の外壁に取り付けています。さらに奥へ進んでいきます。道に迷わないよう、瀬戸芸の案内板も至るところにあるので安心です。小木島の中腹くらいまで登ってくると海が見えてきました。奥にメオン号も見えますね。次の作品はこちらの古民家に展示しているみたいです。早速入場していきます。松井絵里奈さんの作品、夢うつつ未来の私です。松井絵里奈さんは自画像を中心に独自の世界観を展開する現代アーティストです。自画像に架空の生物や少女漫画、古典美術のエッセンスを融合させ、一種のパラレルワールドを描き出します。そして今回は未来の小木島人をテーマに、島の小中学生が描いた自画像を重ね合わせ、誰も見たことのない未来の顔を生み出します。次の作品はこのドリームカフェを抜けた先にあります。このカフェではバーガーやドリンクが売っていました。この古民家の中が作品になっています。川島武史さんとドリームフレンズの作品ドリームランドです。この作品は2022年の瀬戸内国際芸術祭で初めて展示されましたが、今年はリニューアルされていました。作者の川島さんはなんと今年で96歳。戦後の日本が抱えてきた呪縛からの解放をテーマにした作者の代表作がこの古民家で立体化されています。360度どこを見てもカラフルで、まるで絵画の中に入ってしまったような感覚を味わうことができます。次の作品を見に向かっています。小木島は坂道や細い道が多いので、歩きやすい靴で来るのがおすすめです。かわいい。あっ
かいの日向ぼっこしてたな、ここ。猫と戯れながら歩いていたらいつの間にかついていました。よーく耳を澄ましてみると何やら音が聞こえてきます。このカーテンの奥に作品があります。あれ？この音はもしかしたら見たことある方もいるのではないでしょうか。この作品は北アルプス国際芸術祭でも登場した松本明則さんの作品アキノリウムです。古民家の1階では柔らかい光に照らされた影絵がゆったりと動いています。そして2階へ上がるとその音の正体を見ることができます。モーターや重力、風の力を使い、竹で作られた楽器が軽やかな音を複雑に連動して奏でます。このアキノリウムを見ている全員が静かにゆったりとした時間を過ごし、耳だけでなく目や心までもほぐしてくれる、そんな作品です。この優しい音に包まれていると、時間の経過を忘れてしまい、ついゆっくりしすぎてしまいます。皆さんもぜひ時間に余裕を持ってゆっくりと音に包まれる感覚を楽しんでください。続いての作品はアキノリウムから少し登ったところにあるこちらの古民家が舞台です。この古民家も築100年以上経ってるみたいです。では早速入場します。こちらの作品は大岩オスカールさんの部屋の中の部屋です。部屋に入ると90度回転した6畳の和室が広がっています。騙し絵みたいなこの部屋は人が映ることでより一層異空間が強まります。また奥の襖には瀬戸内をテーマとして海を渡るメオン号と大きなタコも描かれています。朝、おにぎり屋さんの近くでも見た真壁陸二さんの壁画プロジェクト、ここでも発見。この迷路のような住宅街に3カ所見つけました。次の作品に到着です。豊玉姫神社のすぐ下にある坂茂さんの建築と大岩オスカールさんの作品です。坂茂さんの代表的な建築資材である石棺を使用した建物です。建物は高台に設置されているので、瀬戸内海の雄大な風景をそのまま背景に取り込む作りになっています。また、中には紙でできた丈夫な椅子も設置されていて、実際に座ることもできました。建物の中にある3枚の大きなガラス窓には、大岩オスカールさんのドローイングがあります。タコや魚、船などをペンで描画。ガラスに描かれた海の生物たちが実際の海の景色と重なり合うことで、窓枠を超えた絵そのものの世界を表現しています。時折窓が開き、絵が重なり、一つの大きな作品になるのも驚きです。いつか見てみたいですね、これは。住宅街にある作品はすべて見終えました。これから港の方へ戻ります。港近くにある作品を見に行きます。って思ったんですが、今日はカフェしていなかったので、ダモンテ商会へ。8時半から17時まで営業しているカフェ&ベーカリーです。女木島行きのフェリー乗船時間までまだ余裕があるので少しゆっくりしていきます。メニューはこんな感じです。コーヒーやソフトドリンク以外にもクラフトビールも販売していました。サンドイッチや焼き菓子、自家製チーズケーキなどもあります。テイクアウトも可能です。イートインはなくて、お店の隣にあるテラス席で飲食します。屋根付きなので雨が降っても濡れることはありません。今回ももちろんコーヒーを注文。500円でした。しっかりハンドドリップで入れていただけます。そしてここに来るたびに食べているチーズケーキ。中トロトロで本当に美味しいんです。ごちそうさまでした。乗船時間までまだ20分ほどあるので、港周辺の作品を見に行きます。まずはこちら。チーム男気のタコツボルです。この作品はここ小木島に住む子供たちの遊具になっています。港のすぐ近くなので、子連れの方もフェリーの待ち時間を飽きずに過ごすことができます。
伝統的なタコ漁で使用するタコ壺をモチーフにしたこの作品は、島の大人たちが子供の成長を願う男気あふれた作品です。絶対可愛いそれ。続いては動画の冒頭にも登場したこの作品、ジャウメプレンサの小木島の魂です。フェリーを降りて一番最初に迎えるこの作品は第1回瀬戸芸から設置されており、住民と訪問者の憩いの場となっています。貝殻のような屋根には日本語、アラビア語、ヘブライ語など様々な文化圏の文字が使われています。時間帯によってこの文字の影や反射の様子が変わっていくのを楽しむことができます。ぼちぼち女木島行きのフェリー乗船時間なのでフェリー乗り場へ。このずんぐりむっくりした形、なんか愛嬌ありますよね。フェリーに乗り込みました。この時間やからか中の席も外の席もガラガラでした。天気も良いので外の席にしました。小木島の全14作品すべて見ることができました。小木島の瀬戸内国際芸術祭はこれで4回目。それもあって3時間以内でサクッと鑑賞できました。人も猫も優しくて何回来てもいい島やなぁと思わせてくれる小木島です。夏会期も時間があれば夏季限定パスポートを買ってまた巡りたいですね。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は鬼の住む島に静かに潜む現代アート、女木島に行ってきます。小木島出港から約20分、女木島に到着です。女木島へのチケットは片道240円でした。島のマップです。面積約 2.62 平方キロメートル、人口約125人の小さな島です。女木島の作品は港付近に集中しているのでとても巡りやすいですが、洞窟の作品は山の上にあるのでバスで行くのがおすすめです。早速アート巡りスタートです。現在の時刻は1時24分。女木島から高松港行きの最終便は5時20分なので滞在時間はあと4時間くらいです。女木島は別名鬼ヶ島とも呼ばれる島で、鬼をモチーフにした作品もいくつかあります。また島の至るところに鬼の石像があり、この鬼が指さす方向にかつて鬼が拠点にしていた大洞窟があります。早速作品を見に行きます。私たちは東側から順に巡ることにしました。3年ぶりの女木島に気分も上がり、懐かしさを感じながら歩いていたらあっという間に着きました。港から歩いて約5分、1つ目の作品に到着です。ここは今回の新作アートです。ツンさんの女木島人口増加計画、穴具町入居者募集中です。早速中に入ってみると、何やら小さなマンションが建っています。よく見ると入居者がいたり空室になっていたりします。一つ一つ見ると、道端にあるブロックやどこか見覚えのある消しゴム、高松と女木島、小木島を結ぶメオン号など様々なものが住んでいます。穴具町とは作者が幼少期に生み出した理想郷のことで、ここに住んでいるものは作者が島に滞在中に出会った者たちです。入居者の部屋には小さな絵本が入っているのですが、私たちにとっても身近なものばかりなので、物語一つ一つにも愛着が湧いてしまいます。さらに奥には石コロンのエリアもありました。見てみると、たくさんの石コロン、一つ一つ顔も形も違く、みんなでワイワイ対話しているように見える可愛らしい作品です。次の作品は先ほどの作品のすぐ近くにあります。小谷元彦さんの作品、棍棒屋です。棍棒とは棒状の木製の武器のことで、鬼が持っている金棒のようなものです。中に入ると立派な棍棒を持った大きな像が立っています。顔の部分は銅を磨いた魔鏡になっていて、反射する光によって壁に模様が浮かび上がるそうです。その他にも様々な形の棍棒や制作途中の棍棒を見ることができ、実際に購入することもできるみたいです。女木島ならではの作品ですね。続いての作品は
瀬戸内国際芸術祭に初めて参加した時、この作品を見て現代アートにドハマりしたと言っても過言ではない世界的アーティストレアンドル・エルリッヒさんの作品を見に行きます。到着しました。静かな住宅街にひっそりと佇む一軒の家に作品があります。レアンドル・エルリッヒさんの作品、不在の存在、見えないものです。砂利が敷き詰められた中には、よーく耳を澄ませると、ザク、ザクと音が聞こえます。伝わるかこれ。さらに目を凝らしてみると、人の足跡がついていくのが見えます。そこには誰もいないのに、足跡と足音で何者かの存在を感じることができます。もう一つの作品はこの茶室、不在の存在、二重の茶室です。この空間にも不思議な仕掛けがされています。茶室には大きな鏡があるように思えますが、片側には実は鏡はありません。そうなんです。奥にはもう一つの茶室が広がっています。前室と全く同じものと配置、鏡に映る部屋に見えるように少し傾けて作られています。鏡や構造の仕掛けに導かれて、自分自身の存在すら曖昧になる瞬間、いないはずの誰かの存在を感じる瞬間、現代アートに引きつけられてしまったこの作品、ぜひ皆さんにも体感しに来てほしい作品の一つです。次の作品は、不在の存在と同じ集落内にあります。歩いて2分ほどで着くそうです。作品が見えてきました。こちらの作品は、瀬戸内国際芸術祭2016から誕生した作品です。使われなくなった倉庫を活用しています。与田洋一郎さんの作品、女木島名画座です。ニューヨーク42番街の古い映画館風に赤いペイントや壁画で装飾したインスタレーション作品です。ニューヨークの歴史ある映画館から運ばれた椅子が並び、壁にはチャップリンやハリウッドスターの肖像画が描かれています。ミニシアターなだけあって、もちろん映画も上映されています。チャップリンやフェリックス・ジャ・キャットが上映されていました。続いての作品は、小学生がいないため、平成17年から休校している小学校の一部を使って公開している作品です。この小学校には複数のアート作品が集まっています。一つ目の作品は入って左側、中庭にある作品です。大竹新郎さんの作品、メコンです。この色鮮やかな入り口から始まる大竹さんの作品は、島の自然と人工物を大胆に融合させたインスタレーション作品です。この入り口はかつての学校の面影を残しながらも、私たちをアートの異世界へと導いています。中庭に抜けると、生い茂る植物の中に人工衛星のように人工物が混ざっています。海に漂流する巨大な浮標 V に島で育てられたヤシの木を植え、命が芽吹くという象徴的な構造になっています。このメコンというタイトルには、この作品が根を張るように生きていてほしいという思いが込められているそうです。次の作品は入り口右側にあるプールで公開されています。校舎の間を抜けると看板が出てきました。ヤコブ・ダルグレンの色彩の解釈と構造です。この作品は使われなくなったものを島民から集めてできた作品です。集めたものに共通しているのは四角いこと。本やビデオカセット、ポリタンクなど、形は同じく色は異なるもので構成されています。様々な色や大きさ、素材を組み合わせることで小さな街のような空間を作り上げています。近くで見るとどこか懐かしいものや今でも使っているものが見え、遠くから見ると色彩鮮やかな小さな街、360度どこから見ても楽しめる作品です。集落を抜けて海沿いに出てきました。奥に瀬戸内海が見えます。次の作品に到着です。こちらの古民家がギャラリーになってます。ニコラ・ダロさんの作品、ナビゲーションルームです。ニコラ・ダロさんはフランス出身のアーティストで、過去に越後妻有トリエンナーレや北アルプス国際芸術祭にも参加しています。今回の作品は揺れる海図と連動する天体の動き、オルゴールの音色、そして部屋の窓から見える瀬戸内海が一体となり、
時の流れを五感で味わえる設計です。展示室を歩き回り、異なる角度から海図と天体の動きを観察することで、人間の尺度と自然界の時間感覚とのズレを実感できる作品です。海岸線に出てきました。いやー、瀬戸内海めちゃめちゃ綺麗ですね。落ち着きます。ちょうどメオン号が小木島に向けて出港しましたね。現在の時刻は2時半です。あと3時間ぐらい余裕があります。海岸線を歩いて港方面へ向かっています。夏になるとこのビーチは海水浴客でいっぱいになるんです。次の作品は海沿いにあります。到着しました。小さなお店プロジェクト、女木島名店街です。2019年に海辺の寿荘でささやかに始まった島の中の小さなお店プロジェクト。作品鑑賞はもちろん、ショッピング、ランドリー、カフェなど小さな複合施設のようなイメージです。今回で3回目のこのプロジェクト。また新たにヨガ教室が加わり、高級作品もアップデートされたようなのでとても楽しみです。最初の作品は中里さんのヨガ教室です。1階で受付すると2階に案内されます。部屋の正面には大きな窓で、その向こうに海と対岸の屋島が見え、窓際ではガラス玉がゆっくりと転がっています。ヨガ教室ということだけあって、左右には大きな鏡もあり、なんといってもこの中央に設置されたブランコをこくと、上に設置された自転車の車輪が連動して動き出し、ベルが鳴り始め、メロディーを奏でているような気がします。この音と景色、確かにヨガと瞑想をするには最高の場所かもしれません。続いて、ヨガ教室の隣にある作品です。柴田あゆみさんの作品、命の歌、天の音です。皆さんはこの作品が何でできているかわかりますか？実はこれ、すべて紙なんです。柴田あゆみさんは、紙と光を駆使した作品を作る切り絵アーティストで、その作品は平面だけでなく、立体彫刻のような世界を作り出します。紙を影とし、そこから漏れる繊細な光によって幻想的な空間が広がっています。この作品自体に音の仕掛けはありませんが、隣の作品から聞こえるブランコのベルの音と作品の光が混ざり合い、思わず深呼吸してしまうようなリラックス空間になっています。代わってこちらの作品は原優さんのサンセットテイラー思い出オーダーメイドです。この作品は思い出の洋服の絵を注文を受けて描くお店で参加型のアートになっています。お店の中には様々な人の思い出の詰まった洋服などがずらりと並んでいます。これは青いニット帽ですね。タグにはいつ頃のどんな思い出なのかが書かれています。私たちの思い出のものを提出できる用紙もあったので、皆さんもぜひ思い出の品を提出してみてください。2階の作品を見終えたので、1階の作品を見に行きます。もともと民宿をやってたところだったんですけど、1階には中庭があってめちゃめちゃいい宿やったんやなと思わせます。まずはこちらの作品、9時から4時半まで営業しているコインランドリーです。平日にもかかわらずとても人気のランドリーです。って思った方もたくさんいると思いますが、こちらもちゃんと作品なんです。レアンドロ・エルリッヒさんのランドリーというユニークな映像作品です。私たちが日常だと思っているものの境界線を曖昧にするということを一貫してテーマにしているレアンドロ・エルリッヒさん。隣には実際に利用できる洗濯機もあって、現実とは何かを再考させる視覚的パラドックスを表現しています。日常って本当に信じていいの？そう問いかけられるような不思議な体験ができました。続いての作品は絵本作家であり美術ユニットであるザ・キャビンカンパニーが今年発表した休校書店メコンちゃんです。絵本のような色彩を放つ部屋に肥やしの本として本を展示。休校中の女木小学校の図書室にあった本や記憶、ページに残る汚れまで、ザ・キャビンカンパニーはそれらを分解、融合し、オブジェとして再構築しました。そしてこの部屋でひときわ目立つ少女、その名もメコちゃん。アートを通じて過疎の地に芽生える生命の可能性を感じさせます。続いての作品はこ
ちらの中庭にある作品です。4種類の普通ではない卓球台が並んでいます。こちらの作品は原凛太郎さんと原優さんによる体験型インスタレーション、ピンポン C です。もちろん遊ぶことができ、ピンポン C のルールもあるのできちんと読んで参加しましょう。ボールとラケットは別途1人100円必要です。受付で借りることができます。この卓球台は下からエアーが出てくるエアホッケー風の卓球台。今年の新作の一つです。前回の瀬戸内国際芸術祭ではここで白熱した試合が行われてしまい、小木島への出港時間に遅れるというしくじりをしてしまいました。ピンポン C のすぐそばにある受付兼ショップです。女木島オリジナルグッズやツンさんの花具町入居者募集中のステッカーも売ってました。作品を見終えました。今回はお互いアート巡りによる披露のため卓球はお休みにしました。高松行きのフェリーまであと2時間くらい、一旦港へ戻ることにします。帰りのフェリーまで思ったより時間があったので、鬼ヶ島大洞窟の方まで行ってみようと思います。2つの会社が洞窟行きのバスを運行しているのですが、私たちはこちらのバスで向かいます。このバスでは洞窟までの道のりで女木島の紹介アナウンスが流れていました。石垣をご覧ください。これは大手と呼ばれる女木島独特の石垣。今年と呼ばれる冬の強い風から島の家々を守るためのものです。大手の中はまるで迷路のよう。港に戻ってきたらぜひ散策してみてはいかがでしょうか。バスで約10分、山の上までやってきました。この先に洞窟があるみたいです。ですが私たちは洞窟ではなく、女木島を一望できる展望台に向かうことにしました。若干の傾斜を少し頑張って登っていきます。展望台に到着しました。見てください、この絶景。穏やかな瀬戸内海と島々を一望することができます。ここまで登らないと見えなかった女木島の反対側も見えます。下りのバスの時間ギリギリまで女木島の景色を堪能してしまいました。港まで戻ってきました。帰りのフェリーのチケットを買ったので、フェリーが来るまで港近くの作品を見に行きます。木村隆人さんの作品、かもめの駐車場です。女木港に到着した時から見えていたこの作品、なんと300羽近くのカモメが迎えてくれているそうです。5時22分、少し遅れてメオン号が到着しました。5分くらい遅れて女木島を出港です。これで瀬戸内国際芸術祭春夏行きのアート巡りは終了となります。5日間のアート巡りで小豆島、直島、青島、三味島、小木島、女木島の計6島を巡ることができました。今回巡ったどの島もアートも甲をつっつけがたいとても素敵なところでした。なので全ての島が本当におすすめです。8月1日から夏会期がスタートします。まだ巡っていない島と直島に新しくできた直島新美術館は絶対に行きたいなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は世界的な美術館のある五感を揺さぶるアート手島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。